米作りの値段、去年から急に変わったわね。家で毎日食べるものなのに、遠い話じゃないじゃん。その理由から見ていくのだ。去年は米の値段が高かったけど、今年は一転なのだ。背景には、民間の在庫が過去最大になったことがあるのね。つまり、出回る米が多くて値段が下がりやすいってこと？そうなのだ。米が余ると、農協も高く買いにくくなるのだ。概算金って農協が収穫前に農家へ借り払いするお金よ。先に受け取れるけど、最終的な販売価格とは別なんだよね。北海道では主力の七つ星が大幅に下がったのだ。去年は特別に高かった反動とはいえ、下がり幅が大きいわ。お小遣いが急に減って、部活の道具を買えない感じじゃん。僕なら、ずんだ餅の材料費が消えると泣いちゃうのだ。そこを心配するのは、随分自分中心ね。でも農家さんが続けられないと、食卓にも響くよね。JA 全中の会長も、再生産価格が必要だと話したのだ。再生産価格は、作り種が次も生産できる水準のことね。収穫が順調でも、続けるお金がなきゃ困るじゃん。新米の店頭価格がどこまで動くか気になるわ。みんなは新米、安くなるなら嬉しい？それとも心配？安さだけでなく、作り種が残れるかも見たいのだ。次は、会社を引き継ぐ時の株の評価のニュースなのだ。非上場企業の株式に新しい評価方式の案が出たわ。非上場って、証券取引所で普通に売買されない会社だよね。値札がない株だから、相続の時に計算が必要なのだ。これまでは会社の規模ごとに別の計算方法だったのよ。会社の大きさでルールが変わると、比べにくそうじゃん。新案では、規模に関係なく一つの方式にまとめるのだ。帳簿の純資産や利益から株の評価額を出す案ね。帳簿の純資産って、会社の財産から借金を引いた残り？会社に実際どれくらい残っているかを見る数字よ。収益が低い会社は負担が減り、高い会社は増える見込みなのだ。節税のために評価額を小さくする例が問題になっていたのね。でも地域の会社まで税金が増えたら、引き継げないかもじゃん。事業承継は、会社の仕事を次の人へ引き継ぐことなのだ。税の公平さと会社を残すことの両方が課題なのよ。今年の秋までにまとめて、来年度の税制改正を目指すって。家業を継ぐ人には、計算方法の変更が大きな問題なのだ。みんなの近所にも長く続く会社はあるかしら。お次は、住まいの価格がとんでもないことになった話なのだ。首都圏の新築マンション、平均が約1億6500万円だって。平均でその額なら、私の貯金では入り口にも届かないわ。ずんだ餅を毎日売っても、何年かかるかわからないのだ。先輩、それは売る前にお店が先にびっくりするやつ。冗談はさておき、東京23区が全体を押し上げたのよ。港区で高額物件がまとまって発売されたのだ。一部の超高級物件で、平均が一気に上がったんじゃん。クラス全員の平均点に、満点の人が何人も入る感じね。埼玉は首都圏の中で平均価格が下がったのだ。埼玉まで高くなったらどうしようって思ったけど、少し違った。ただし、下がったからといって安いとは限らないわね。建設費が上がり、都心の新築物件も少ない状態なのだ。部活の人気グッズが品薄で、値段まで上がるのに似てるじゃん。これからも上昇傾向が続くと分析されているのね。みんなは住むなら新築と中古、どちらを選ぶのだ？アーシなら、価格だけじゃなく通学や通勤も見るかな。平均額だけでなく、どんな物件が含まれたかも大切よ。数字の大きさだけで、街全体を決めつけないことなのだ。ここで、農業の始まりにまつわる話を一つするのだ。米の話の後に、農業の歴史とは意外ね。人類は昔、狩猟採集を中心に暮らしていたのだ。そこから畑を作る生活に変わったんだ。すごくない？約1万年前、中国の長江流域で稲作が始まったのだ。米の歴史って想像よりずっと長いのね。農耕と牧畜の始まりは農業革命とも呼ばれるのだ。
食べ物だけじゃなく、人の暮らし方まで変えたんだね。今の食卓も昔の大きな変化の続きなのかもしれないわ。今日の話、食べ物も税金も住まいも生活に近かったわね。概要欄に記事のリンクがあるから、気になるシーンは見てね。コメントで気になったニュースを教えてほしいのだ。それじゃ、次回も楽しくニュースを見よう。